さあ来ました。俺もう引っ込んどるやこれ。わしら今度出せ言うとるんじゃ。見回り組か。斉藤君、さっさと入れ。おお待て、わしらも中入れんかい。局長は多忙につき不在。先ほどからそう申し上げておる。なめとんのかボケ。わしらは京都見回り組や。浪人風情が誰に向かって口聞いとるんじゃ。佐々木忠三郎。佐々木さん、キャンキャン泣いてないで、あんたらも手柄が欲しけりゃ自分たちで汗かけや。寝ぼけんなやこら。池田屋でカツラ取り逃がしたんが手柄か。その責任はどないする言うとるんや。京都見回り組、まだ粘っとるらしいな。見回り組？門の前で騒いどった連中へ。知らんのか？ああいつらは要するに家柄のいい新選組や。なるほど。新選組は浪人の寄せ集めやが、京都見回り組はれっきとした幕府の家臣で組織されとる。せやから連中、新選組にだけは負けたないんや。意地の張り合いか。大声出してたんが見回り組の佐々木忠三郎いう男や。大口叩くだけやって腕は立つ。あんたから見てもか。なあ、あいつは相当なもんや。お前も気をつけといた方がええ。分かった。佐々木忠三郎か。それはそうと、池田屋の傷はもういいのか。お前がおらんかったらあの吉田なんちゃらにやられとったかもしれん。これでも感謝しとる。礼を言うのは俺の方だ、長倉。あ、桂の剣恩に切る。そうだね。そないに気使わんで。本音を言えば身内で殺し合いするんがこりごりなんや。それはいつだったかあんたが言っていた芹沢鴨のことか。ああ、何があったんだ。なぜ局長だった芹沢が身内に殺されるようなことになった。あれは俺らがまだ新選組と名乗る前、京都に来たばかりで身分押し組を名乗っていた頃のことや。その頃はまだ俺ら天然理心流の7人と鴨さんの一派3人を合わせた10人だけの小さい所帯やった。芹沢の一派っていうのは。鴨さんの水戸脱藩以来の同志やった平間重介、平山五郎と鴨さんを合わせた3人のことや。その3人が俺ら天然理心流の門と身分押し組の主導権を争った。鴨さんは凄まじく剣の腕が立ち、学もある立派な剣士やった。せやからまず近藤さんは鴨さんを自分と同格の局長に取り立て、組織をまとめようとしたんや。土方さんの反対を押し切ってな。それじゃあ土方が芹沢を殺したってことか。さあな、誰が直接鴨さんに手下したかは知らんねえ。近藤藩かもしれへんし、土方藩かもしれへん。やがそれを知る必要はないということや。知る必要がない。お前も新選組で一日でも長く生きたいんやったら覚えとけ。鴨を語るべからず、新選組の暗黙の掟。長倉、
あんたみてえな男がなんで新選組に居続けるんだ。俺がここにおるのは近藤局長への恩義。あの人がおらんかったら今の俺はない。昔俺が間違えて人を殺めてしもた時、局長は俺のことを守ってくれた。そやから俺は近藤局長の夢のために仕事ができればそれでええ。それだけ。あんたにそこまで言わせるのか、近藤って男は。お前も一度会えばわかる。近藤勇という人間の器の大きさがな。一度会ってみたいもんだな。会ってみたいな。誰かは分かったからな。屯所にも一応近藤さんの部屋があるんやで。局長の部屋？どこのことだ？屯所の一番奥の前や。せやけど行っても誰もおらんやろうけどな。豚舎の一番端？それじゃあの近藤勇が土佐まで来ておやさんを殺したってのか。何をしてるんだ。まずい。いや、何でもない。おお、局長の部屋に入ろうとしてたんじゃないのか。無駄だな。局長は多忙につき不在だ。それじゃあ俺が局長に会うにはどうすりゃいいんだ。向こうから会いに来るのを待つしかない。なんなら他の者にも聞いてみろ。みんなそう答える。局長は多忙につき不在か。どうしたら近藤に会える？近藤に近いやつを見繕って話を聞いてみるか。近藤に近いやつ、隊長クラスのやつらだよな。ここは土方の部屋だな。やはり局長に一番近いのは副長か。土方に聞いてみるか。何か用か。一度局長に会ってみたいと思ってな。隊長になったというのに挨拶すらできていない。会ってどうする？別にどうこうするって話じゃない。近藤さんは多忙なお方だ。まあいずれ会える日も来るだろう。もうしばらく機会を待つんだな。いつまで待てばいいんだ？ずいぶん近藤さんに興味があるようだな。それが何か問題あるのか？大ありだ。あの方と気安く会えると考えられては困る。局長は新選組の主君と思え。君も新選組に入った以上はな。分かったらもう行け。ダメそうだな。他に方法はないか。やれやれ、何か聞けるかと思ったが取り付く島もなかった。仕方ない、他を当たるか。麻雀してるよ。なんで裸なの？負けたから脱がされてんのか？おお、はじめちゃんやないか。お前も一緒にどや。いや、だがなんでそいつら服を脱いでるんだ？もう払う金がない言うからな。服を七に取ったんや。ふんどしも言っとらないかなあ。これ以上負けたらこいつら武田藩に何されるんやろな。どない思う？そんな。なんや、はじめちゃん。何黙っとんねん。いや、悪いが局長を探している。どこに行けば会えるんだ？さあな、知らんわそんなもん。ああ、気が散るで。
用が済んだらさっさと行け。それとも我々も裸になりたいんか。いや、邪魔したな。収穫なしか。あとは当てになりそうなのは早いな。外で情報を探ろう。手加減なしや。局長に話でもあるのか、あ、井上。斎藤。井上。いや、俺はまだ局長の顔を見たことがなかったんでな。特に話があるわけじゃない。そうか。ならちょうどいい。その局長直々の仕事がある。お前に頼むよう言われた。何？お前、坂本龍馬という名前に聞き覚えは？ドキー。知っているのか？いや、知らねえ名前だ。坂本は土佐藩の勤王志士だ。武智半平太の作った土佐勤王党の筆頭。1年前に藩の三世吉田東洋を暗殺して土佐を奪還した。この坂本龍馬をお前に探ってきてもらいたい。なんで俺なんだ？不服ということだ。いや、わかった。で、どうすればいい？坂本龍馬について我々が掴んでいるのは、まず数日前に京の薩摩藩邸に現れたってこと。薩摩藩邸？そんなとこに坂本龍馬が？何かおかしいか？いや、続けてくれ。それ以前、坂本は土佐を奪還した後、幕臣勝麟太郎の門人となって怪術を身につけた。怪術？船の操作だ。その船で長崎から密かにイギリスの武器を買い付けているらしい。トマス・グラバーって武器商人と通じてな。イギリスの武器を？どういうことなんだ？局長はそいつを探れと言っている。まずは薩摩藩邸へ行け。坂本龍馬は勝麟太郎と一緒に薩摩の西郷吉之助を訪ねたってことだ。その西郷に話を聞くのがまずお前のやるべき仕事だ。面識あるからね。西郷吉之助か。仕事が済めば局長に報告することになる。その時近藤さんにも会える。どうなっている？俺の偽物が現れたってことか。だがなぜ？近藤からの命令というのも気になる。中岡なら何か知っているかもしれないな。寺田屋に一旦帰るか。戻りましょう。まあ自分が坂本龍馬っていうことがバレてしまう可能性もあるが、局長に会えるチャンスではあるな。これそろそろ終わるかな？変わったな、ちょっとな。僕ずっとね、どうやったらお母さんに野菜料理を作ってもらえるかを考えてるの。お兄ちゃんから野菜をもらえるのは嬉しいんだけど、このことはお母さんには内緒だから、なんだか嘘ついてるみたいで。なるほどな、確かに。お前のおふくろさんが野菜料理を作るようになるのが一番いいからな。でもそれには野菜嫌いのお母さんをどうにかして説得しなきゃいけないんだけど、野菜嫌いのお母さんに野菜料理を作ってもらう方法か。野菜のうまさをお前のお母さんに知ってもらえばいいんじゃないか？野菜の美味しさを？野菜が入っていてもうまい料理があることを教えてやればいいんだ。それを食えば野菜に対する考え方も変わるだろう。でも、そんな料理どこにあるの？お兄ちゃんそこまで言うからには何か当てがあるんだね。いや、ない。明らかに失望している。仕方ない。言い出したからにはもう少し協力してやるか。わかった。俺がうまい野菜料理を用意してきてやる。本当？だからお前は母親を連れてきて待っていろ。お兄ちゃんすごいや。じゃあお母さん呼んでくる。しばらく経ったらここでまた集合ね。
野菜料理か。うまい野菜料理。すっきり野菜の和え物を家で作って持ってくるか。ああ、指定されてんだな、料理名を。オッケーオッケー。行きましょう。誰か。なんだい？助けてください。すみません、助けてください。追われているんです。おい、てめえ。逃げ回るんじゃねえ。そこの瓦版売り、こっちによこせや。ひぃ、瓦版売り？ああ、そいつは俺たちの話をこそこそ盗み聞きしてやがったんだ。さっさと渡せ。助けてください。あの人たち私のこと殺す気なんです。何？お前ら、そんなに聞かれて困るような話をしていたのか。おうよ、俺らは勤王の志士だ。幕府滅亡の恐るべき陰謀を密談してたんだよ。そんな大層な話じゃなかったでしょう。ただのできもしない妄想話だったじゃないですか。記事のネタにもなりませんよ。んだと、舐めてんじゃねえぞこれ。お前らまとめてぶっ殺してやる。やっちゃいましょう。ドン。はい、オッケー。覚えてやがれ。とんだいざこざに巻き込まれてしまった。ありがとうございました。おかげで命拾いしましたよ。それにしてもお強い。っていうかあなた、どこかで見たような。そうだ。確か新選組3番隊隊長の斎藤はじめ？やっぱり間違いない。あなた、斎藤さんでしょう。だったらなんだ。いえね、私、新選組の幹部さんに会ったらお願いしたいことがあったんです。お願いしたいこと？はい。新選組は今のこの乱世を象徴する組織です。その実際の姿と動きを人々に知らせることこそ私は瓦版の使命じゃないかと思うんですよ。瓦版がか？まあ、瓦版といえば誰かが馴染みの芸者と心中したとか、俗な噂話で民衆を楽しませるもの、そんな風に思われているかもしれません。でも、明日どうなるかわからないような今の時代、民衆といえども情報に飢えているんです。瓦版のあり方はきっと変わります。こんな時代だからこその情報か。なるほど。そこでお願いです、斉藤さん。私のインタビューを受けてくれませんか？インタビュー？なんだ？インタビューというのはですね、ある人物に記者が問答を申し入れることです。その問答そのものがインタビューを受けた人物を紹介する記事になるんです。西洋の瓦版、ニュースペーパーでもよく使われている手法らしいんですよ。ほう、そうなのか。人物の問答を記事にする。斬新だな。確かになんだか面白そうだな。ということはインタビュー受けてくれるんですね。やったー。おい、ちょっと待て。まだそこまでは。ありがとうございます。インタビューにはいろいろ準備が必要なので、今日のところはこれにて引き上げますね。インタビューする場所もその辺じゃ味気ないし、また今度新選組の豚書にでも顔を出しますね。それでは。トントン拍子だな。おい。言ってしまった。あんなコールさえ怪しい奴が豚書の近くにいたら真っ先に切り捨てられそうだが。まったく線穴焼けるやつだ。武士インタビュー。さあ戻りますよ。このガキ痛えじゃねえか。なんだ。ガキが人の足を踏みやがって、だから俺は走り回るガキが嫌いなんだよ。ごめんなさい。へっ、一丁前に悪びれた声出しやがって。
今は反省したふりをしてるが、心の中では変なのに捕まったとか思ってんだろ。なあ、そうなんだろ？違うよ。そんなこと思ってない。ああ、うるせえうるせえ。もう喋んな。しかし、ムカつくなこいつ。しかし、どうにも腹の虫が収まらねえな。そうだ、一発殴らせろ。それでチャラだ。そんな、ごめんなさい。許してください。生意気なガキがピーピーわめきやがって、チートいってめ見せてやろうか。やめなさい。あ、トム。なんだこの外国人は。子供相手にそんなムキになることないでしょ。あなた一体何なんですか？俺はただの善良な武士だぜ。ひねくれたガキにしつけをしてやってるだけだ。邪魔すんな。武士？あなたが侍？ちゃんちゃらおかしいですね。私が目指す侍はあなたみたいなクズじゃない。お前が侍？こいつは笑えるぜ。外国人ごときが日本の武士なめんじゃねえぞ。侍をなめているのはあなたです。てめえ、もう後には引けねえぞ。野郎ども。野郎どもいるのかい。でもトム修行して強くなったんじゃないか？ビビったか？泣いて謝るなら許してやるぞ。ほれ、土下座しろ、土下座。外国人のおじちゃん。おう、よく見ればあなたたちはあの時の危ないから離れていてください。ごめんなさい。なんか変わったな、トム。私は逃げません。弱きを助け強きをくじく侍になる。それが私の武士道です。じわじわと可愛がってやる。この国に来たことを後悔させてやるよ。おい、俺も混ぜてくれねえか。師匠。と、迷いを吹っ切れたみたいだな。はい、おかげさまで。俺もそこの武士の風上にも置けねえ奴らにイライラしていたところだ。手を貸してもいいか？もちろんです、師匠。くそ、どいつもこいつも人バカにしやがって。てめえら二人まとめてやっちまえ。結構数多いな。やっちゃいましょう。覚えてやれ。さすが師匠。あれだけの大人数、私だけなら負けていました。ははは、やっぱり師匠にはかないません。私なんて全然まだまだですね。そんなことはない。見てみろ。あなたたちは。外国人のおじいさん、さっきは助けてくれてありがとう。おじさんが来てくれてなかったら俺たち。いえ、私だけの力ではありません。というより、師匠が来てくれなかったら私の身も危なかったですね。おい、それだけじゃないやろ。はよいいや。何ですか？外国人のおじいさん、ごめんなさい。ごめんなさい。この前僕たち外国人は侍になれないなんてひどいこと言っちゃった。なのにおじさんは僕たちを守って戦ってくれて、それで謝りたくて本当にごめんなさい。おう、そうだったんですね。確かにあの時は私もちょっと傷つきました。でもあなたたちのおかげで本当の侍、本当の武士道というものが何か見つけ出すことができた気がします。おじさん、ほんま強いな。えらいかっこよかったで。
ほんまもんのお侍さんみたいやったわ。本当ですか？ありがとうございます。侍に髪の色なんて関係ない。弱い者を助けるため強い者に立ち向かっていったお前の勇気。さっきのお前は日本中にいるどんな侍より侍らしかったぜ。師匠。そうですね。侍とは己の内側にあるもの。生まれがどこだろうが、どんな見た目であろうが、侍には全く関係ありません。ああ、その通りだ。師匠、私、国に帰らせていただきます。何？どうしてだ？国に帰って侍とは何か、もっと多くの人に知ってもらう活動をしたい。私、今そんな思いでいっぱいなんです。あ、もちろん本当の意味で侍になることを諦めたわけではありませんよ。だって侍を目指す道は世界中どこにいたって進むことができますしね。大事なものはすべて心の中にあるんですから。そうか、そうだな。はい、名残惜しいですが、すぐにでも帰国の準備を始めることにします。師匠、今まで本当にお世話になりました。それでは。達者でな、トム。トムが侍になって母国に帰りましたね。よかったよかった。さあ戻ってきました。俺の偽物が現れたらしい。はあ？そいつは坂本龍馬を名乗ってイギリス製の武器を買い付けている。幕臣の勝麟太郎の門人で今日の薩摩藩邸に現れた。おい待てって、何がどうなってんだ。こっちが聞きてんだ。俺にもわからねえ。だがその坂本龍馬を新選組が探し始めている。お前の耳には何か入ってねえか？もう一人の坂本龍馬のことが。いや、知るわけねえだろ。知っていたら真っ先にお前に話してる。だよな。けどなんでお前の名前なんて語るやつが。わからねえ。誰かが俺をはめようとしているのかもしれない。新選組がその偽物を追いかけてるって言ったな。ああ。と言っても俺がその坂本龍馬を追う役だ。近藤勇が俺を指名したらしい。なんだと？おい、それってお前の正体がバレてるってことじゃねえのか？そうなるよね。もし近藤が1年前の覆面の男なら俺の顔を覚えているかもしれない。近藤はそれを確認しようとしているとも考えられる。それじゃお前やべえじゃないか。やべえんだよ。だがどっちにしても断れねえ。今はそのもう一人の坂本龍馬を追うだけだ。これから薩摩藩邸にいる西郷って男から話を聞いてくれ。薩摩の西郷か。そっちはそっちで厄介な相手だがな。そうなんだよな。どういう意味だ？薩摩は日本の端で300年幕府の命かすめて力溜め込んできた藩だ。異国との密貿易でな。それで幕府でさえ薩摩が勤王の倒幕派に回らないよう気使ってる。その薩摩の鍵を握ってるのが西郷岸之助ってわけだ。連中は秘密主義で身内しか信用してない。なるほど。今のところ薩摩は幕府と一緒になって勤王派の長州を京から追いようとしてる。長州はそんな薩摩に恨み骨髄だ。そのくせ薩摩は裏じゃ幕府を倒して勤王牛次郎と画策してるって噂よ。とんだ食わせ者らしいな。まったくさ、勤王思想のみで突っ走る長州と現実主義の薩摩じゃ水と油だ。町で薩長の下っ端同士が出くわしてみろ。いきなり切り合いが始まるぜ。犬猿の中ってやつか。まあその話はいい。お前の偽物については俺の方でも調べてみる。そのもう一人の坂本龍馬ってのが
イギリスの武器商人とつながってるってなら、どういうやつにしろ大物だ。そいつがお前にどう関わってくるのか、俺たちは知る必要がある。頼んだ。用心しろよ。ああ。気になるね。出ちゃっていいのかな。中岡ももう一人の坂本龍馬について知らなかったか。あとは近藤の指示通り薩摩藩邸の最後に直接話を聞くしかなさそうだな。薩摩藩邸へ向かえ。ここまでだ今日は。ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。